風邪をひきましてね。もう今は夜中の2時なんやけど、お腹空いたからさ、ご飯作って。こちらうまそうじゃない？うまそうやろこれ。なんですが、とてもうまそうなんですが、カレーも作ったよ。カレーもほらこちらに新じゃがと新玉で牛すじ肉のカレーで、これ作ってご飯食べようと思って冷凍のご飯解凍しようと思ったら冷凍庫にもうストックがなくて、どうしようっていう感じ。今これだけで食うしかないよな。今からご飯浸水して炊くとか無理やし、これだけで食うしかないよな。マジないよなもう。信じられへん、マジないんやけど。いややばい、このブラックペッパーが、これは風邪でこうなってんじゃなくてブラックペッパーにやられてる。今 YouTube 全然上げてない。やばいぐらい上げてない。だからどうしても上げたいなと思って、とりあえず動画を撮るっていうことをやってみてる今。なんか面白いしめじが売ってて、何しめじ？サンバしめじ？いや、ブナしめじやな、普通に。でかくない？でかいんよこれ。いただきます。うまっ。なんか最近結構バタバタしてて、バタバタはしてないねんけど、ちょっと動画撮る感じのタイミングがなくて今回の風邪なんか最初に喉というか鼻腔ってわかるかな、このさ鼻とさ口のこのつながってる間らへんがちょっと痛くて、そこからだんだんこうちょっと広がっていく感じ、菌が。そこからどんどん痛いところが広がってって、んでもうなんか熱はそんなないんやけど、頭痛みたいな、ちょっと頭重いなみたいな感じがずっとあって、で鼻詰まりだして鼻水がどんどん出て、最初はなんかすっごい粘度の高い鼻かんでも出てこうへんような鼻水やったんやけど、2日目3日目ぐらいからもうなんかだんだんサラサラになってきて、もう1分に1回鼻かんでるみたいな状況になって、なんやろ、なんか湧き水湧いてんのかなぐらいの感じで、ほんまにこう流れてくんの。こっから変わってできるんかなみたいな風に感じさせられるぐらいの頻度で流れてくるわけ。こうやって小さな川になって、いずれ湖やったり海になるんやなみたいな。だから人間は自然の一部だって言うけど、なるほど、人間が川を作って海を作っていたのかっていう。でこの風邪でダウンする前に、ゴールデンウィーク前に実家にちょっと帰省してて、ちょっと仕事を手伝いに行ってて、人手が足りんってことで。でもうやっぱいろいろ感じるな。やっぱ地元帰ったらいろいろあるわ。マジでいろいろありすぎってか、やっぱ
こう関西から関東に来て一人暮らししてる時点でやっぱこうずっと仲良かった人たちとかずっと関わり合った人間関係っていうのがなくなるからなんかそういうのがあれか、もう何を喋ってるのかわからない。その人間関係がこっちの方が薄いからそんなにこういろんなことがないっていうだけよな多分。地元帰ったら久しぶりに会った友達とかやっぱ久しぶりに会ったりいろいろ喋ることあるしさ。ほんで僕が一番遊んでるスノーボードとかも一緒に行ってる友達がなんと父親になるということで結婚するって言ってて、んで子供もできたって言ってて、みたいな、すっごいすっげえって、あんなに一緒にふざけたをしてた友達が親になるとか思って、ほんでなんか発言もさちょっと覚悟決まった発言してて、あーってなんか変わったんやなって思いましたね。とても素晴らしいこと。ほんで京都のインスタにあげたけど、京都の居酒屋でまあそんなこと話しながらなんか挨拶しに行ったみたいな話聞いたりとか話をしながら京都でまあ美味しいご飯を食べて、で4月誕生日やったからおごってもらったんよ。すごい美味しいご飯をご馳走してもらいとてもよかった。でそこで飲んだ日本酒がめっちゃ美味しかったな。エイくんっていう日本酒、写真撮っといたんやけど後で買おうと思って家帰ったらすごい甘めの日本酒でちゃんとお米の味というかちゃんとそういうインパクトがちゃんとあって美味しかったな。店でさビール飲むとすぐ酔うんよ、お酒弱いから。けど日本酒って結構なんていうの、自分のペースで飲めるやん、ちびちび。ビールってなんかちびちび飲んで美味しい飲み物じゃないやん。一個なんか食ってそれをビールで流すみたいな、それが結構多分酔ってあんまりこう気持ちよく酔えへん。けど日本酒めっちゃよかった。最近もうなんか逆流性食道炎の症状がすごい最近、やばい、ちょっと病院行こうかなと思ってる。だからずっと昔から自覚はあったんやけどなんか病院行ってなくて行こうかなって。で父親と釣りも行って、なんか僕の両親の話はなぜか人気というかなぜか再生が回る気がすんねんけど、母親の話とかでもやっぱさなんかこうもう実家とか離れてさもうだいぶ距離的に遠いところにいるからさそんなにこう関わることあんまないんやけど、それであんまりやっぱ昔から関係が良くないからそう自分は好きとかいう感情はない。どちらかといえば憎いみたいな方が大きいけどなんか距離が離れるとさあんまりそういうことも思わへんくなってくるというか、自分が苦しい時は結構そういうなんであの時ああやったんやろみたいなこと思うんやけど、離れてある程度まあそんなに不幸を過ぎなければそんなに親のこと嫌いやなとか日常では思わへんっていうか、まあ別にイライラもせえへんし離れてるから。けどやっぱ実家帰るとてか最近はなんか割となんか自分の中で結構こう落ち着いてたの、その親に対する捉え方が。まあそういう時もあるよなみたいな、ちょっと寛容な心で思えてたんやけど、やっぱ実家帰るとやっぱあかんわってなる。もうだから距離ってほんまに大事やな。今回は母親とは会ってない。
なんかうちの母親すごくて、僕がちょうど地元関西に帰ったタイミングでなんか毎回連絡してくんの。いつ帰ってくんねやみたいな LINE してくんねんな。あ、ちょうど今いるけどみたいな言って会うことになるね。この前もそうやったと思う。で今回もまあ別に帰ることわざわざ言う必要ないかと思って、なんか特に何もないし、で普通に実家で過ごしてたら、てかそうか、母親がこの前なんか再婚したみたいな話をしたやん。ほんで元総理大臣の孫と再婚したみたいな話をしたと思うんやけど、そっからそう一緒に住むことになったっぽくて、今もう多分一緒に住んでんねん。ほんでなんかその新しく住む家の一室を僕が来ていいようにとか、他の姉とか誰かの子供が来てもいいようにみたいな、一室借りれる部屋あるからなみたいな言うけど、まあ行きませんけれども、まあそれで最近いや電話するか旦那とみたいな言われて、ついにと思って、いやちょっと兄弟卒でちょっとおもろそうやなと思って、喋るのめっちゃ好きらしくて、最初ただのおっさんと結婚したなとか、送られてきた写真がさ、ほんまにそこら辺歩いてるおじさんやからさ、あまりにもただのおじさんやと思ってたけど、そういうなんかいろいろ聞いてたらさ、ちょっと話してみたいやん、おもろいかもと思って。でもまあなんかタイミングがちょっと悪くて、友達と遊んでた時にそういう話が来たから、今遊んでるしちょっと外出てるって言って、だからまた後でって言ったら、なんか1時間おきぐらいに電話かけ直してて、まあ着信切ってたから別にいいんやけど、待てへんのかと思って、待てよと思って、出えへんねんから、出てる言うてるがないで、まあ結局してないで、ほんでまたなんか大体僕は京都にいるんで、京都まで車で来てくれんならええでって言って、そしたらまたゴニャゴニャ言い出したから、いつも通りいつもなんか京都まで来てって言ったらちょっと遠いから嫌がんねん、道がちょっと嫌とか言って、ほなええわって言って、ほなもうええわだるいし、母親と会うのはなくなった。ほんで父親のイライラしたポイントはなんやろな、なんか釣りに行ったんよ。釣りに行きまして、んでタイイカダ釣り、イカダって言って、その海の上にイカダを浮かべて、そこのその周りに集まってる魚を釣るみたいな釣りなんやけど、その竿とリールがもう今までにもう使ったことないような竿とリールで、なんかもうどうやってこうやったら糸出んねやみたいな、まあちょっと難しい話すんねんけど、ベイトリールみたいな感じ、スピニングじゃなくてベイトリールみたいな、ちょっとこうカチッてやったら勝手に糸出ていく感じの竿で、ほんでもうなんか団子を握って、針にエビつけて、その周りにこうなんか団子みたいなのを握って、自分でこうやって握んのよ、塊にして。それを重りにしてそこまで落として、そしたら団子がちょっとしばらくするとこうだんだん柔らかくなってパッて崩れるタイミングがあるの。そしたら竿先がこうグーって最初重みがあんねんけど、団子が崩れたらパッてこう竿先がピュッて戻んねん。戻った瞬間にエビがこう海の中でパッて出るから、そこを食ってくるみたいな、そういう釣りで、もう初めてやったから、なるほどとか思って団子握って、ちょっと硬く握りすぎたら団子全然割れへんし、柔らかすぎたらそこにつくまでに割れちゃって、ちゃんとその魚がいるとこに落とせないみたいな、それをなんか 3,4 回やって、もう朝一から行って 3,4 回そんなことをやって、これぐらいの硬さかなーで、パッて割れたってなって、竿先ずっと見てたらキューってこうちょっとあれみたいなで、バッて合わせたらもうすごい引き、もう恐ろしい、グンってもうこういう感じ、おみたいな感じの引きで、
でまあ4050かな、ちょうどジャスト50センチぐらい、ほんまにこれぐらいのタイが釣れて、で結局その日は3時ぐらいまでやったけど、父親と自分でその1匹だけ、朝一の1匹だけで、同じイカダ乗ってたちょっと他の常連さんのおじさんもなんかこれぐらいの小さいのが3匹昼ぐらいに釣れたって言って、それぐらいで帰ったけど、ほんでそのタイ釣って帰ってきて、そのタイじゃあ何にして食べるみたいな話になった時に、まあ連れてってもらったからさ、連れてってもらった身なんやけど、タイ釣ったのは自分やからさ、ちょっとなんかどんな料理にしようかなとか考えてたわけ。そしたらまあ実家やからもう勝手にこう、もうそのタイ勝手に料理しだして、まあそういう感じかと思って、ほんでちょっとお隣さんに刺身あげるわとか言ってなんか切り出して、まあ釣ったの自分やけど連れてってもらったし、まあそらそうやなみたいな感じで、まあそうかと。ちょっと自分が釣ったから自分のもの感が出ちゃってさ、勝手に渡されてみたいなちょっと思ったけど、まあ連れてってもらったしと思って、ほんでまあそのくらいか。ほんであとはもう勝手にもう全部料理できて、なんか何も提案もなく勝手にバーって全部できて、全部刺身にしようか、これは煮るわとか言ってなんかどんどん勧められてでまあって思ってたんやけど、なんかとどめさしたのは、なんかここのままやったら全部料理されてまうと思って、さすがに自分で釣ったタイちょっとぐらい自分で料理したいと思って、タイの茶漬け、タイの切り身、刺身みたいに刺身みたいに切って、そこに醤油、みりん、酒でちょっと昆布入れて、そのつけだれに40分ぐらいタイの切り身をつけといて、カツオと昆布の出汁でこう出汁かけて、ご飯の上にタイ乗せて、でなんかわさびとか他のネギとかトッピングしてちょっとあっさり食おうと思って、でそのタイの漬けにしたタイの切り身をこうご飯の上にこう丁寧に盛ってたわけ。そしたらなんかそのご飯が炊いた釜というかがあって、そっからよそってご飯持って切り身をこう盛り付けてたんよ。でこっちの釜になんか絶妙にこれぐらいご飯が残ったんよ。でこんなん残してもどないすんねんみたいな言われて、まだなんか全部入れたらええかなみたいな言われて、でももう茶碗にこうもう入らへんかったから、盛り付けちょっと綺麗に盛りたくてちょっと残したんよ、あえて。ででもまあ茶碗入らへんしなと思ってとか言ってたら、もう僕の許可もなく、もうこんなんちょっと持ったらええかなって勝手にもう切り身2枚こう丁寧に乗せたところで、もう手の上に乗せるかぐらいにポンって横からうぜえと思ってうぜえこっち持ってんのにと思って、もうそっからもうなんかちょっとプチンともうなんか切れちゃって、自分の中でだると思って、はいって言ってもムカつくからさっさと全部終わらしちゃった。まあ結局さ、そのなんか親に対してどう思うかとかさあるけどさ、なんか結局なんか自分のあり方マジで親にこう思うの良くないかなとかも思うんやけど、もうしゃあない。だからしゃあないよ。もうイライラしたらもうしゃあない。それはもう過去のことだって引きずりますし、引きずりますし、やっぱちょっと一つでイライラしたらもう過去のてめえよくそんなこと言えるなみたいな塊がこう全部こう上がってくるから。でもまあそれはまあ別にそんなイライラせんかったけど、なんかイライラというか、その父親のとこで昔働いてた従業員の方が久しぶりに顔出すみたいな、もう何年ぶりかに顔出すみたいなあって、その時にちょっともうその
その人がもう30半ばとかかな。ちょっと今年の初めに奥さんを亡くされて、交通事故でシングルファザーでやってかなあかんみたいな感じで、もう結構メンタル的にもうほんまに沈んであって、すごい話やなと思って、もうほんまにドラマでしか聞かんような。でまあそんな話をちょっと、父親、その人、自分みたいな感じでちょっとリビングでなんか話聞いてて、その人の。でなんか僕はもう昔からもうメンタル的なものは向き合わなければいけない環境にあったんで、その人がもう30半ばで初めてなんかそういうメンタルを病んじゃう人の気持ちを知ったみたいな。今までなんかほんまに体力でやってきたみたいな、気合とかでやってきたけど、なんかやっぱ落ちるってこういうことなんやなみたいな、30超えて初めて知ったみたいなこと言ってて、で父親が一世はなんかもう中学校ぐらいからなんか言ってて、原因あなたにあるんですけどねとか思いながら、どの口がと思って、だから自覚がないんやろな、ほんまに自分が何をしてきたかの記憶が。ちょっとごめん、その別にすごい文句を言っているわけではなくて、ほんまに自覚がない人なんだっていう、ちょっとそのライトに言ってるよ、今ライトに言ってる。ほんまに恨みを抱えて文句を言ってるわけではない。もうその辺は受け入れてるからあれなんやけど。でその人の話聞いてて、子供がお母さんが迎えに来おへんくて寂しいみたいな、小学校にって言ってて、お父さんにそうやって言うらしくて、でも子供のうちにそうやってちゃんと自分が寂しいと思ったことをちゃんとお父さんに伝えれるっていうのは、まだなんかそれはまだ良かったかもしれないですねみたいなこと言ったら、一星君なんかすごいね、そんなこと言えるのみたいになって、そうかと思って、そういうこと考えて生きてへんかったから、そういう考えは出えへんかと思って、とか思って聞いてて、でうちの親もなんかやっぱさ、励ます言葉言うやん。やしなんか子供をなんか親が一人になれるのはやっぱ子供がこう一人で食っていけるようになった時からやっぱ安心して入れるわみたいなこと言ってて、みたいななんかやっぱこの人からしたらうちの親っていうのは結構なんか憧れというかリスペクトしてる人で、仕事に関してはな。けど自分も仕事に関してはなんかすごいなって思うとこはあんねんけど、やっぱもう幼い頃に虐待とか受けてたから、なんかそんななんか完全にいい人とか思うわけがないし、でそんな中でさ、なんか子供となんかそういう親の関係みたいなことを助言しだすやん。そうなってくると自分が傍から聞いてて、みたいな、すごい物は言いようやなみたいな、すごい全部が綺麗事に聞こえちゃって、と思って、なんかすごい気まずい空気やったな。その30の人にはもうちょっと自分のことを踏み込んでなんか言ってあげたかった。自分はこういうことがあってって言ってあげたかったけど、でもこっちにもう問題になった人間が座ってて、でその人はなんかこっちにいや親子っていうのはどうみたいな、ちょっとなんかことが語ってたりして、みたいな、すっげえ気まずいと思って、いやもう自分が全部こらえたよな。だからこっちに肩入れしてもちょっとよくな、言えへんし、かといってなんかこっちの人もなんか言ってるしみたいな感じで、そんな感じの最近でした。ちょっと風邪が治ったらまた次の動画を上げたいなっていう思います。さようなら。